このセッションでは AWS Glue を使って RDS から S3 プラスアテナ環境を作ってみようということで、アテナとは何なのか、具体的にどうやって構築するのかってことをデモを交えてご説明いたします。よろしくお願いいたします。最初に自己紹介をさせてください。北野雄一と申します。クラスメソッド株式会社のコンサルティング部に所属して、AWS に関するコンサルティング、アーキテクチャの設計とその構築を行っています。好きな AWS サービスは、本セッションとあんまり関係なくて申し訳ないのですが、AWS CLI と Cognito が好きです。早速なんですが皆さん、リレーショナルデータベース使ってますか？ AWS の代表的なリレーショナルデータベースとして、クラウド向けに構築した MySQL と Postgre 互換の RDB サービスであるオーロラと、マネージド型リレーショナルデータベースサービスの RDS があります。AWS でリレーショナルデータベースを使いたい場合、この2つがまず第一の選択肢になってくるのではないかと思います。RDS を利用している際に、こういった SQL を利用して本番データの分析がしたいといったような要求はございませんでしょうか？データ分析をしたいからといって、むやみやたらに SQL クエリを実行してしまうと、本番環境に影響が出てしまうのではといった懸念があります。じゃあ本番環境に影響が出ないように、分析用の RDS をもう一つ構築して、本番データの復元をして、そっちを利用するようにしようということにすると、データ分析って24時間実行し続けるものでもないのに、もう一つ RDS を作って動かしつけるのは、コストパフォーマンスが悪いのではという悩みも出てきます。そんな時に推したいアテナという AWS のサービスがあります。アテナを利用すると、S3 に保存されたデータを SQL クエリを使って分析することができます。サーバレスサービスなので、インフラの管理は不要になりますし、実行したクエリに対してのみ費用がかかるような料金体系になっています。本セッションでは、この SQL クエリが実行できるアテナの環境を RDS から簡単に構築できるということを皆様に持って帰ってもらうことを目的としています。環境構築の話に入る前に、アテナがどういったサービスなのか、マネジメントコンソールの画面を見ながらご説明します。これがアテナで SQL クエリを実行する画面です。右上の領域で SQL クエリを書いて実行します。そうすると、右下の領域にクエリの実行結果が表示されるといったサービスです。そして、左側の方には DB と表構造が定義されている Glue データカタログが表示されています。この Glue データカタログも AWS のサービスです。アテナは S3 に対してクエリを実行するサービスなのでは？アテナでも S3 でもない、なんだかよくわからないものが出てきたとお思いかもしれません。これは順を追って説明いたします。この突然出てきた Glue データカタログというサービス、一体何者なのでしょうか？アテナは S3 に SQL クエリをするサービスであることには間違いないのですが、S3 の役割は単純なデータの保存です。アテナで利用可能なデータ形式としては、CSV で保存されていたり、JSON で保存されていたり、パーケット形式で保存していたり、いろいろありますが、基本的にはデータだけが S3 にポンと置かれているような状況です。しかし、SQL クエリを実行するためには、テーブル名がどうなっていて、そのテーブルがどういうカラム名を持っていて、そのカラムがどんなデータ型なのかというようなメタデータの定義が必要になってきます。そのメタデータ、テーブル構造を定義するサービスが Glue データカタログです。1テーブルにつき1つの Glue データカタログを作成します。アテナが表構造として Glue データカタログを参照しつつ、S3 のデータに対して SQL クエリを実行するというこのような形になります。それじゃあ、メタデータとして Glue データカタログが必要なのは分かった。
これをポチポチマネジメントコンソールで作ればいいんだなとお思いかもしれませんが、ちょっと待ってください。グルーデータカタログには大きく分けて3つの作成方法があります。もちろん手作業でグルーデータカタログを作ることもできます。アテナのテーブル作成ウィザードを利用して、テーブル名、カラム名、データ型を入力していけば、入力の手間はありますが、これでも作れます。もう一つの方法として、グルーデータカタログは Hive メタストア互換であり、HiveDDL である Create External Table を使って作成することもできます。ただ、本セッションの主題ではないので、ここに対する説明は割愛します。本セッションでは、グルークローラーを利用してグルーデータカタログを自動生成する方法について紹介いたします。グルークローラーというまた新しいサービスが出てきてしまい恐縮ですが、もう少しだけお付き合いください。それじゃあ、このグルーデータカタログを自動生成してくれるグルークローラとは何ぞやというお話です。グルークローラは S3 等のデータストアのデータ構造を推測して、データカタログに表構造を登録するサービスです。S3 のデータを解析して、複数のテーブル構造があると判断すれば、複数のグルーデータカタログを登録してくれます。このグルークローラーを利用することで、簡単にグルーデータカタログを登録できます。ここまでの話で、S3 に保存されたデータをアテナで利用する方法が分かりました。じゃあ次は、RDS のデータをどうやって S3 に持ってくるのかという話です。2020年1月に RDS スナップショットからパーケット形式で S3 へエクスポートする新機能が発表されました。アテナはパーケット形式をサポートしているので、この機能を利用することで、簡単に RDS から S3 へデータを持ってくることができます。この RDS のエクスポート機能は、利用可能なサービスとエンジンの盤上が指定されているので、その点だけは注意が必要です。また、エクスポートの際には、KMS という AWS サービスを使って暗号化して S3 に保存されるってことは覚えておいてください。なぜ S3 に保存されたデータが KMS で暗号化されているということが重要かというと、グルークローラーに影響を与えるからです。グルークローラーが KMS で暗号化された S3 のデータを読み込めるようにするために、KMS のデクリプト権限をつけてあげる必要があります。こうすることで、暗号化された S3 のデータをグルークローラーが読み込むことができるようになります。今までしてきた話をまとめます。RDS からアテナ環境を構築する全体的な構成はこんな感じになります。1、RDS からスナップショットを作成します。2、KMS で暗号化しつつ、パーケット形式でデータを S3 にエクスポートします。3、KMS で複合しつつ、グルークローラーで S3 のデータ構造を解析します。4、グルークローラーはグルーデータカタログに表構造を登録します。5、アテナでグルーデータカタログの表構造を参照しつつ、S3 のデータに対して SQL クエリを実行します。これが全体的な流れです。全体的な構成も分かったので、この環境を実際に作っていきます。前提として、テーブル提示された RDS とそのスナップショットは最初からあるものといたします。現在 RDS を利用しており、バックアップとしてスナップショットを取っているといった状況を想定しております。ここからは AWS のマネジメントコンソールの操作を移しながら AWS にこの環境を実際に構築していきます。まず一番最初に暗号化のキーとなる KMS を作成します。KMS のマネジメントコンソール画面を開きます。右上の方にキーの作成ボタンがあるので、これをクリックします。キーのタイプは対象を選択して、詳細オプションのキーマテリアルオリジンは KMS を選択します。入力が確認できたら、次へ進みます。キーの名前となるエイリアスは適当に入力します。今回は S3/Athena-テストという名前をつけています。エイリアスが入力できたら次へ進みます。
キーの管理アクセス許可を細かく定義できますが、今回は検証目的なので、定義しません。次へ進みます。キーの使用アクセス許可も細かく定義できますが、今回は定義しません。次へ進みます。そうすると、キーポリシーの確認と編集画面が表示されるので、設定に問題がなければ、そのまま完了します。これで KMS の作成は完了です。次に、スナップショットのエクスポート先とする S3 バケットを作成します。S3 のマネジメントコンソール画面を開きます。右上の方にバケットを作成するボタンがあるので、これをクリックします。バケット名は適当に入力します。今回はバケットサンプル4アテナという名前を付けています。設定はデフォルトのままで良いので、このままバケットを作成します。S3 バケットが作成できていることが確認できました。これで S3 バケットの作成は完了です。S3 バケットが作成できたので、次に RDS のスナップショットを S3 へエクスポートします。RDS のマネジメントコンソール画面を開きます。左のメニューからスナップショットを選択します。エクスポートしたいスナップショットを選択して、アクションから S3 のエクスポートを選択します。エクスポート識別子は適当に入力します。今回はエクスポートサンプル4アテナという名前を付けています。エクスポートするデータはすべてを選択しておきます。S3 バケットは先ほど作成した S3 バケットを選択します。今回はバケットサンプル4アテナです。IAM ロールは新しいロールの作成を選択します。名前は適当に入力します。今回はエクスポートロールという名前を付けています。暗号化では先ほど作成した KMS を選択します。今回は S3 アテナテストです。設定ができたら S3 へのエクスポートボタンをクリックします。そうすると RDS から S3 へのエクスポートが始まります。データ量によって実行時間は変わってきますが、エクスポートに十数分時間がかかっていたのでカットいたします。十数分後、スナップショットから S3 へのエクスポートが完了しました。どんな構造でデータが出力されているのか、S3 バケットの中身を見てみます。トップはデータベース名である DVD レンタルというフォルダといくつかの JSON ファイルができています。DVD レンタルフォルダの中はテーブル名であるアクターやアドレスといったフォルダができています。このアクターフォルダの中を見てみると、データが入っていると思われるバーケット形式のファイルが保存されていることが確認できます。これで RDS のスナップショットから S3 へのエクスポートが完了しました。スナップショットのエクスポートが終わりましたので、次に S3 から表構造を解析するブルークローラーを作成します。ブルーのマネジメントコンソール画面を開きます。左のメニューからクローラーを選択します。そしてクローラーの追加をクリックします。クローラーの名前は適当に入力します。今回はクローラーサンプル4アテナという名前を付けています。ソースタイプはデータストアを選択します。そして次へ進みます。データストアは S3 を選択します。クロールする S3 のパスを入力します。右側のフォルダアイコンをクリックすると、自分の AWS アカウントの S3 バケットが一覧で表示されます。最初に S3 のバケット名が来て、次に RDS バックアップからエクスポートした時のエクスポート名、DB 名という形で S3 に保存されているので、この形で指定しています。他のデータストアは特に必要ないので、家を選択したまま次へ進みます。
次に、グルークローラー用の IAM ロールを選択します。今回は新しく IAM ロールを作成します。名前は適当に入力します。今回は Sample for Athena という名前をつけています。入力したら次へ進みます。グルークローラーは定期的な実行も可能です。今回は1回だけ実行したいので、オンデマンドで実行を選択して次へ進みます。次に、テーブル定義情報を出力したいデータベースの情報を入力します。今回は新しいデータベースを追加するようにしたいので、データベースの追加をクリックします。名前は適当に入力します。今回は DB Sample for Athena という名前で作成しています。入力が終わったら次へ進みます。最後に確認画面が表示されるので、内容を確認して完了ボタンをクリックします。そうすると、メッセージが表示されて、グルークローラーが作成されていることがわかります。ただし、残念ながらこのままだと、このグルークローラーうまく動きません。今回、暗号化された S3 バケットのデータをクロールします。ということは、グルークローラーで設定した IAM ロールに S3 バケットのデータを符合する権限が必要です。なので次に、グルークローラーと一緒に作成した IAM ロールへ複合できる権限を追加していきます。IAM のマネジメントコンソール画面を開きます。左のメニューからロールを選択します。先ほどグルークローラーで作成した IAM ロールを検索してクリックします。IAM ロールの詳細画面を開いて、インラインポリシーの追加をクリックします。権限を付与したいサービスを選択します。今回は KMS の複合権限をつけたいので、KMS を選択します。アクションは、デクリプトで検索して、デクリプトの権限を選択します。リソースは、すべてのリソースを選択します。今回は検証用なので、すべてのリソースを許可していますが、本来は必要最低限の権限をつけていただく方が望ましいです。入力が終わったらポリシーの確認に進みます。ポリシーの名前は適当に入力します。今回は KMS Decrypt Policy という名前をつけてみます。そしてポリシーの作成をします。これでグルークローラで使用する IAM ロールに KMS のデクリプト権限を付与することができました。これで暗号化された S3 バケットのデータをクロールすることができます。グルークローラーが構築できましたので、このグルークローラーを実行してグルーデータカタログを作っていきます。グルークローラーのマネジメントコンソール画面を開きます。先ほど作成したグルークローラーがあるので、それにチェックを入れてクローラーの実行をします。メッセージが表示され、グルークローラーが実行されていることがわかります。データ量によって実行時間は異なりますが、今回は数分時間がかかっているのでカットいたします。グルークローラーが S3 のデータを解析して、グルーデータカタログに新しいテーブル定義を作成してくれました。作成されたグルーデータカタログを確認してみます。テーブルの数だけグルーデータカタログができていることがわかります。グルーデータカタログの中身も確認してみます。スキーマのところに列名やデータ型ができており、テーブル定義をここで保持しているということがわかります。ここまででアテナを実行する環境が整いましたので、この環境を利用してアテナで SQL を実行していきます。アテナのマネジメントコンソール画面を開きます。
右上がクエリを実行する画面です。左側にテーブル定義、グルークローラで作成したグルーデータカタログが並んでいます。テーブルをクリックしてテーブルのプレビューを選択すると、サンプルクエリが実行されます。右下にそのクエリ結果が出てきます。他のクエリも試してみます。SQL クエリが複雑になって読みにくかったら、クエリのフォーマットをすれば自動で生検をしてくれます。このようなジョインを使った結合も出稿できます。もう一つ試してみます。このような WISQ を使ったクエリやグループバイを使った集計もアテナで実行することができます。ここまででアテナの環境構築とデモは終了です。どうでしょうか皆さん。本セッションを通じてアテナの利用イメージと環境構築のイメージは湧きましたでしょうか？アテナで SQL を使った分析をすることができるということが分かれば、分析だけしたいなんて用途のデータは、最初から RDS ではなく、直接 S3 にデータを保存するといった選択肢も考えられます。特にデータの変更はなくひたすらデータが追加され続けるような何かしらログのようなデータ、これは特に相性がいいです。最後に本セッションのまとめです。アテナを使うことで S3 に保存したデータに対して SQL クエリでデータ分析をすることができます。また、本番 RDS と分離したサーバレスなデータ分析環境を RDS のバックアップから簡単に構築できるというところを覚えていただければ幸いです。というところで本ビデオセッションを終了いたします。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ他の Developers IO 2020 Connect のセッションもお楽しみください。